じゃあ次の質問、はい、トリオンさん、はい、本編にてガウマ元井レックスがガウマ隊のメンバーと合流するシーンがありますが、あのシーンで走っている彼はどのような思いを持って走っていたのでしょうか。いやでもマジでこんな感じで声優さん役者さんとかにもたまに質問されるんですけど、なんだろうねみたいな。だからその監督が何にも教えてくれないってよく言われるんですけど、いや教えてないんじゃなくて、その別に考えてないこともあるし言語化してないこともあるんで、初めて聞かれてなんだろうって考えることもあるんで、だからこのキャラって決めちゃうよりは、このキャラだけどこういうこともするんだっていう余白残すのは、メッチがガウマだったりキャラクターを人として捉えてるから、それはあります。それはガウマの気持ちであって、自分たちが作っている物語であるけど、そこに生まれたキャラクターの感情は僕には分からない。それは結構そう。我々は撮ってるだけなんですよ。さよなき鳥さんから。はい、本作の新形態としてローグカイゼルグリッドマンが登場しますが、ゴルドバーンがビッグゴルドバーンに進化したということは、もうカイゼルグリッドナイトにはなれないのでしょうか。それともローグカイゼルグリッドナイトになれたりするのでしょうか。戻れないとは言い切れません。作太郎さん、本作で日常パートと戦闘シーンでの違いなど、撮影のディレクションでこだわった点などあれば。日常はあんまり派手じゃない感じ。あんまり金の枠がないとか、本当にピタッとしてるのが好きで、戦闘はもうコテコテに派手にしたいみたいな。例えばそのガブレの時にそのぼかさないでくれとか戦闘シーンはちょっとあえてレトロな絵作り。みんな生きてるさん、終盤で茜を見送るシーンで立花の肩のカットの後に立花の手と足のシーンに移るのですが、その際の構図がいまいち理解しきれておらず、お伺いできると嬉しいです。立花の手手のひらが画面に向いており、親指が下手側、上手に太ももという寄りのカットなのですが、あれは立花の正面からカメラが覗いているという構図で合っていますでしょうか。光源の向きをいまいち覚えられていないのと、イマジナリーライン的に左足後ろからカメラを向けていると思い込んでいたので、あれと思い質問した次第です。構図が合ってるかどうか。合ってます、合ってます。でも引っかかりを持ってくれたのはすごい嬉しいですね。意図して入れてたの。カニみそさん、坂本さんへの質問です。あかねちゃんの新ビジュアル、キャラクターデザインで特にこだわったポイントはありますか。このちょうど後ろにも映ってるこの頭の後輪とか、なかなかこうやっぱ映像にするって難しくて、光らせたいけどあんまり光らなかったりとか、髪の色と混ざって見えづらかったりとか、でも個人的にはすごいその後輪はなんかこだわったポイントかもしれないです。もう高校14年生さんからだいぶ経つね。坂本さんへの質問です。イラストを描くとき、立花の太ももを思い切って太く描くことができません。どうやったら上手に太く描けますか。いや別に僕も思い切って太くしてるわけではないねけどすごい悩みますよ。描くときに何回も修正します。細すぎたかなと思ったら太くして、太すぎたかなと思ったら細くして繰り返して決まってないのはいいと思う。決まっちゃうとつまんない。これくらいだろうみたいな。そうとして毎回悩む方がいい気がする。スパムが好きなドムギランさんからの質問です。もうスパムすごい好きなんだけど映画のユータがあまりにも可愛かったのですが、ブレーキはかけられたのでしょうか。どこの応援上映でもヒロイン扱いを受けています。ユータの女装が好評を得ていた影響もあるのでしょうか。ブレーキ？何に対してもブレーキ踏んでるつもりもないです。可愛いキャラクターは可愛くブレーキ踏まずに描きたいんで、別に、ユータに限らず立花もそうですし、逆にかっこいいキャラクターかっこよく描きたいし、ブレーキは踏んでないです。今まではやっぱその立花とか茜とかがやっぱ一番言われてきてたんで、主人公とかが目を向けてもらえるのが嬉しいかなと思いますね。20代男性学生さんのちょっと吉田君への質問です。アニメプロデューサーになるにはどんな経験を積めばいいんですか。就活中とかですかね。初対面の人と話すみたいなのはもうマジで重要ですね。
あと、大人になって、その人の誕生日めっちゃ覚えてます。志田くん誕生日詳しいんですね。はいもういやースケジュール表に入ってる。すごくない？誕生日普通知らないじゃん。マネージメント業務のプロだね。いやでも知っといて損はないから。そうはない。そうキャリア重ねてくると、その人の誕生日じゃなくて、その人の子供の誕生日も入ってる。やばやばいな。誕生日祝ってくれたりして嬉しい。確かに覚えてますなんかケーキ食べますって言ってもう今なんかケーキとかじゃないからっつったら俺が食いたいから一緒に食いましょうよって言ってくれて、あそれだったら志田君見ててやっぱその辺がすごい突出してるなと思いますもんね。なんかみんなも噛まれてるわけだからね。はい。いや、ありがとうございます。まあでもそうだね。わざわざスタッフのイベントに来てくれてるぐらいだから。いやもう入り口立ってるみたいなことがありますね。その作品のその先にあるそうスタッフ人をそう見ている持からってくれてるみたいな。ぜひリクルートリクルートトリガーリクルートの方へお待ちしております。ユーマさん、アニメーターとして守るべきものが3つあるとしたら何ですか？キャラ表ですね。デザインを守るってことだよね。2個目、じゃあ志田君。連絡。お互いが話やってればいろんな条件が対応できる。あ3つ目、アベッチ。まあ、他人でしょ。アニメを一人で作れるんだったら、まあどうぞ一人で作ってくださいっていうことなんですけども、一人だと成立しない仕事でも我々はあるんで、まあ、他人のことをもうやった方がいいんじゃないのっていう。じゃあ次、プライベートな番外編の質問です。ハロハロパーティー2019さん。楽しそうだな、だいぶ前から。映画が完パケした後、一番最初に何を食べましたか？みんな焼肉食べに行きました。もうこのメンバーだけじゃなくて、その場に最後まで一緒にいてくれてたスタッフ、制作スタッフだったり、作画スタッフも、いる人はみんな声かけて、焼肉行く。じゃあもうそれに繋がってもう一個質問いいですか？コンタラバガニさん。焼肉の好きな部位を教えてください。ターンですかね。タン。初めて。じゃあレバーユッケ。俺は最初に食べるカルビが一番好きですね。最初のカルビが一番うまい。最初のってわざそう、わざその後はまあこうだんだん慣れてくるんで。マシュマロさん。嫌なことがあった時の気分転換は何ですか？早めに多めに寝る。酒飲む。僕はサウナ行きますね。いいね。メガネさん。最近のマイブームが知りたいです。皆さんも。僕も最近猫飼ったので。おー。猫はすごい。すごいってどうすごいの？すごい。笑ってんじゃねえよ。知らねえけど。後で写真をこう見したい。猫の写真もう出しちゃう。ですよ。いやもう猫サムネだよ。じゃあ坂本君はブームなのかわかんないけど掃除っすかね。家のユニバース終わってから結構ずっと散らかってたんでいらないものとか捨てたりとか。めっちゃどう？ブームっていうか考え方として自分のことについてあんまり考えないっていうことにしているっていうのが、何か買うって時になんか自分の好みとか自分で作ってた縛りみたいなのをもう取っ払うというか、辛いものは買わないっていう縛りあったけど、みんなの昔のその尖ったあたり僕やっぱ好きだったんで若い頃とか全然別に嫌いなものとかなかったんで。今あんの？今もないじゃあいいじゃん。いやでもそれが一番いいよ。トリガーを見て、なんか嫌いなものあった方がいいんだなと。そんなことないその何か食べた方がいいんだなと。吉成さんみたいに食べられないものありませんが一番いいに決まってるじゃん。ということで、トリガーナイトで読めなかった皆さんからの質問を抜粋して、イベントからちょっと時間は経ってるけど、いやでも文面でもらえるのがやっぱり嬉しいですよね。着眼点面白いですね。やっぱいつもインタビューで聞かれるようなことじゃない切り口からの質問があったんで、それはすごい面白いな。そうですね。焼肉の好きなやつ聞かれたことないし、トリガーナイトでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。